非常に燃費がいいんですよね。車としてどうなのかというとすごく優秀な車です。パッと乗って悪い車ではないけどアルファロメオではないかな。もう見た目がめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井優希です。今日試乗するのはこちら、アルファロメオのジュニアイブリダです。イブリダということでハイブリッドなんですけれども、マイルドハイブリッドでありながら非常に燃費がいいというところと、気になるところもありますのでレポートしていきたいと思います。今日も最後までご覧いただけたら嬉しいです。チャンネル登録と高評価で応援してください。1走目、2走目、トップコート。いやー、大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。はい、一つ残念なというかお知らせといえばですよ、このそうですねこのですねガチャガチャやりながらお話ししてますけれども、実はですねそのシートのアジャスターが、この繊維分け形状になっているので、シートのアジャスターが少し普通のシートよりはですねリップも高いですし、少しアジャストするのに難しいといったような、もうめちゃくちゃかっこいいです。これ内外装と使い勝手見ていただきたいんですけども、このシートサベルトのシートが入っているスペチャーレの特別装備になっているので、もしこれ選ばれた方はですねもうめちゃくちゃいいです。座って1回はまるとめちゃめちゃいいんですけど、最初のアジャストだけちょっと難しいです特にこういうセミバケのシートをあんまり使い慣れてない人は、最初これの自分のね体に一番合うポジションを探すのが少し難しいかもしれないです。おすすめとしては結構そのレーシングポジションみたいな感じで、シートの方は遠めにしといて、アクセルとブレーキはしっかり踏めるようなね感じでちょっと寝かせるような感じにして、こっちのハンドルを近づけて合わせ込むっていうのが一番おすすめかなと私は思います。で結構ねこれね、私も一番上端まで上げてるんですけれども、割とアジャスト幅があるんですよね。ここさすがって感じがするんですけれども、ここで、ちゃんとアジャストできる。もちろんねテレスコもちゃんと結構な幅でいけますので、私は一番下に下ろして一番手前まで引いてこっちで合わせるっていうのが好きです。そうすると割と取りやすいかなと、こういうレーシングカーみたいな感じでね取りやすいかなと思いますので、ちょっと参考にされてみてくださいっていう感じでいきましょう。かっこいいですよね。どうですか？ちゃんと質感はアルファロメオでしょ。やった方が明るいね、ちょっと今開けてみましたけれども、ここにガラスルーフもついているので室内もとっても明るいです。そしてこのシフトはですね、同じプラットフォームを使います、兄弟車たちと同じようなもの、例えばプジョーの3008とか、C4、それからアベンジャージープですね、あとは600、フィアットの600と同じものになっています。じゃあ行きましょう。はい、というわけでですね、改めましてジュニアでございますの中でもイブリダというねハイブリッドモデルです。そもそもイブリダなんですよね。ハイブリッドってイブリダね、イブリダってラテン語だったと思うんですけど、でもイタリアの車に使われてるってことはイタリア語でもそのままイブリダって言うんですかね。ハイブリッドのことイブリダって言うんですけど、モーターとそれからエンジンが合わさっているものがハイブリッドされてるからハイブリッドっていうねそういう車なんですけれども、そのハイブリッドでございます。中でもこの、イブリダに関してはというか、先ほど申し上げた、プジョーの3008、そして、シトロエン C4、ジープ、アベンジャー、それからフィアット600とパワーユニットを共用していると。ね、今アルファロメオはですね、ステランティスグループというですね、ステランティスというね、非常に多国籍ないろんなメーカー、いろんな国のメーカーを傘下に収める大きな自動車会社のメンバーになっておりますので、そことですね、パワーユニット、それからプラットフォームを共用して車を作っていくといったようなことをしております。ですからね、やっぱり車って非常に部品点数の多いお金のかかるねものなので、こうやってですね会社でいろんなものを振り分けてそれぞれのブランドの味付けをしていくといったような時代になってきました。ね、アルファロメオもそれに従ってですね、一番小さいエントリーグレードの SUV を作れたといったことがこの、ジュニアになっています。はい、ちなみにこの上にあるトナーレもジープのレネゲードとそのパワーユニットを共用しているので、ここもね兄弟車が存在するんですけれども、この一番小さいですね B セグメントの SUV に関しましては、各ブランドでですね非常に展開が多いものになっているという
感じです。でそのパワーユニットの内訳としては 1.2 リッターのガソリンエンジンですね、ガソリンターボにですね、それから 48V のバッテリー、モーターを搭載いたしましたマイルドハイブリッドになってるんですね。なんですけれども、これシリーズ通してそうなんですが、このハイブリッドシステム、マイルドハイブリッドってメーカーは言ってないんですけど、マイルドハイブリッドです。でマイルドハイブリッドなんですけど、モーターの走行域がちゃんとあってですね、嘘でしょっていうぐらい非常に燃費がいいんですよね。でその燃費の良さっていうのは、車のブランドが変わっても全部共通されていて、リッター23というねWLTC モードが発表されていますけれども、これが本当にリッター20ぐらいは余裕で出ちゃうので、もう本当にね乗っていて、なんでこんな燃費いいんだろうと思うぐらいの本当にお財布的には満足感の高いものだと思います。私ちなみに今回ですね、今いつもと全然違う風景を走っていてすごい楽しいんですけれども、実はですね仙台までこの車で走ってきました。ちょっとロングディスタンスで乗りたかったので仙台に往復を選んだんですけれども、本当にガソリンがね減らないんですよ。むしろねこの残走行距離が出てくるじゃないですか。走行可能距離がね予想で出てきますけれども、私が乗るまでの人の学習をしているので、最初500キロぐらいしかなかったのにどんどん距離伸びていって、600キロ700キロみたいな感じで伸びていくので、すごいゲーム感覚でも楽しかったですし、実際本当にすごい燃費がいいイタリア車なんですけれども、実質的な良さっていうのはねすごいあるかなと思います。そしてですねこの車、アルファロメオといえばやはりですね走行モード DNA だと思いますけれども、それもしっかりと入っています。見た目にねやっぱりいろんなところを他の車と共用しているといったような、会社的な事情もありまして、ここに DNA みたいな文字はなくなったんですけれども、しっかりとこのねメーターの中に DNA という文字がありまして、この走行モードはねナチュラルとダイナミックとなんとかみたいなちゃんと3つしっかりありますので、こういったところはですねブランドのその歴史というか、そういうブランドの考え方みたいなのもちゃんと入っているので、ここはご安心いただきたいなという感じもしますけれども、エンジンをオフにして、それからまた復帰した時はデフォルトで N になっているので、ノーマルモードで走っていけるといったようなものです。ただし、この車その燃費の良さだけをフォーカスすると、つまんないんじゃないかなと思われるかもしれないんですけれども、すごいアルファロメオらしいのは飛び出し感がしっかりあることなんですよね。で同じプラットフォームを、そして同じパワートレーンをですねそれだけのブランドで使ってて、じゃあ側が違うだけかと、そのデザインだけが違うだけですかというとですね、これしっかりとそのブランドなりのですね味が割と出てるかなとも思います。特にフィアットの600とは全然味が違って、それからですね C4 ももう少し穏やかだったよ。いやでも C4 結構飛び出した。いや特にこのバートレインの中で、すいませんもう頭の中でね思い出しながらお話ししてるんですけれども、アルファロメオが一番飛び出し感があると思います。踏んだ時にギュンとね走り出すような飛び出し感っていうのはしっかりありまして、ここがですねそのワクワクするようなフィールっていうところにつながっている部分でもあります。そしてすんごいハンドルが軽いです。実はですねその操作が軽やかっていうよりは、これねドアの閉め音とかもちょっと軽いので、ここが実はですね私これまでのアルファロメオファンと、それから新規アルファロメオユーザーっていうところと評価がすごく分かれてくるところだと思うんですけれども、根っからのアルフィスタはもしかしたらちょっと納得いかないっていう感じになっちゃうかなって思ってるんですよね。非常に私はいろんな車乗ってますけれども、同時にご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、私意外とイタフラっ子なんですよ。乗ってきた車のキャリアが割とイタリア車もフランス車もすごく多くて、むしろドイツ車の方が少ないかなっていうぐらい、そのイタリアフランス車をすごくたくさん乗ってきた愛車遍歴なんですけど、この中でアルファロメオは持ってはないんですが、アルファロメオはやっぱり好きなんですよね。でアルファロメオ好きにすると、ちょっとこの軽やかさ、ハンドルのすっごい軽い感じと、もうねこれは本当にちょっとあんま言いたくないんですけど、接地感が薄いんですよねやっぱり。FF ベースのみの展開ということなんですけれども、それだけじゃなくてこのシリーズ全体に言えるのが、そのどっしりとした接地感っていうよりは割と軽やかな感じ、転がり感っていうのを割と出している車になってるんです、パッケージがね。
ハイブリッドということもありますし、縦横比っていうところもありますし、SUV っていうその腰高感っていうのも相まって、いろんな事情があるとは思うんですけれども、パッケージ的にこれまで割と背の低い車が多かったアルファロメオとしては、こっちも初めてだしっていうところももちろんあると思うんですけれども、少しそうですね、アルファロメオらしいかというとそうではない。ただ車としては悪くないっていうね、こういう自分の中でも葛藤みたいなのがあって、ここが受け入れられるかどうかっていうのがオーナー側に寄ってくるかなっていう感じがするんですよ。だからずっとアルファロメオだけを乗ってきてる人がパッと乗り換えた時にちょっとアルファ味が薄くなったねっていうのは感じるでしょうね、そりゃっていう感じはします。ただそれをこの燃費、もうそのアルファロメオ最良燃費を考えてしまうと、隣はねさらにエンジン大きくなるのでこれより燃費落ちますしっていうのを考えると、そのライフスタイルというか、このライフバランスに合わせて選ぶと、悪いところばかりではないなというところなので、どう自分が納得して買うかっていうところがすごく難しい車だなと実は思ってます。で、じゃあここまで仙台まで乗ってきてアルファロメオらしさっていうところを置いといて車としてどうなのかというとすごく優秀な車です。まずね、やっぱり見た目もかっこいいんですけど、このシートがものすごいホールド性が高いんですよね。でこのシートの功績は、思った以上に大きかったです。まずね、パッと乗った瞬間にうわ、背骨押してるっていう、もう本当にストレッチポールに乗ったみたいなものすごい立体的なプッシュがあるんですよね。このサベルトの真ん中のところに背骨の形みたいな形状のねクッションがちゃんと入ってるんですけれども、それがめちゃくちゃフィットするんですよ。でこれのおかげでもう体がそこにピタッと吸い付くみたいになって全く体がぶれないっていうのと、それが押してくれてるおかげで逆にこの辺のサポートが割と立ってる形状に見えるんですけれども、さほど自分の体の可動域を邪魔しないぐらいのサポートになっているので、普通に乗っていて見た目ほどサポートが強くないっていうのが一般道を走っていてとってもいい部分だと思います。でこれのサポートを全体的に柔らかにしているのがこのランバーのこの背骨のところのね、非常に盛り上がりのあるこれですよ。このシートのこの背骨部分、これはねちょっと気持ちいいです。他にない感じっていうか、スポーツシートの中でもバケットシート形状のものの中でもね、ここまでしっかりとこの背骨の部分を後ろからギュッと押してくれるような形状のものってあんまりないので、乗った時にマッサージチェアみたいな感じの感覚を受けるぐらいです。でこのシートのおかげでまずシート自体が減衰部品みたいになってて、ものすごくもっちり感じるっていう良さと、体がぶれないっていう操作上の利点っていうのが2つあると思うんですよね。でそれに加えまして、さっきから何度か言ってるみたいにハンドルがめちゃくちゃ軽やかなんですよ。もう軽やかっていうかもう軽いです。すごいひらひら系。この軽さは C4 とかにも共通していると思うんですけれども、そうね、反力が強い600とかに比べると性格がちょっと違いますね。だから一番この車と同じパワートレーンなのに両極にあるのが600のマイルドハイブリッドだと思っていただいていいかなと思います。全体的な味が600は本当にねまったりしてるし、もっと進み感もないし、すごく乗った時になんて言うんですかね、まったりしてるんですよね。なんかアクセルの動力に対しての加速とかいうところでもそうですし、ハンドルもそうだし、やや全体的に過激な言い方をするとダルに味付けられているのが600で、このジュニアに関しては割と全体的に機敏方向に振っているなという味付けの差はしっかりと明確に感じることができますね。なのでハンドルも軽いので打の入り方というか、自分が入れていく入力に対して動きもすごくクイックですし、またそれに対する反応もクイックなので、ここもアルファロメオらしいというかね、機敏なスポーツカーっていう感じのイメージも受け取れるんじゃないかなとも思います。おそらく皆さんがディーラー試乗をされた時に一番おおって思うのがこのアクセルの動力に対しての飛び出し感だと思うんですよね。でここは、最初だけすごくめちゃくちゃ飛び出します。
パッと足踏んだだけでこうギュンとね前にこう押し出されるような感じがあるので、うわ結構加速鋭いなっていう風に思うかもしれないです。これ慣れるのであんまりねこう首がね助手席の人の首がゴンって後ろにこう当たっちゃうような加速ってあんまり良くないと思うので、ここはね最初だけ気をつけていただけたらとも思いますけれども、ここも楽しい部分でもあるので、これ個性的ですね。他のパワートレインに比べても飛び出し感しっかりあると思います。ただ、いくら飛び出すからといって、それが、高速域まで全部つながっていくかというと、搭載されてるエンジンがそもそも 1.2 リッターという小さいエンジンなので、高速域に入ってくると、そんなに、振り回されるような挙動は、鳴りを潜めて、本当にちゃんとクルーズしてくれるっていうところは、逆にいいところなのかもしれないですね。高速道路乗っててね、あまりにもピーキーだったらしんどいと思いますので、そういうところはあんまりないです。で、この、エンジンの優れてるところは 1.2 リッターなんですけれども、日本の高速道路レベルだとそんなにねパワーレス感を感じないところ、すごく滑らかにちゃんとクルーズしてくれるっていうところはすごくねいい部分だと思うんですよね。そうだから転がり感があるから、あんまりね非力だなっていう感じがね実はあんまりしないんですよ。これすごいうまいパッケージングだなっていうふうに思ったんですけれども、このコロコロ感進み感っていうのが、その実質的なすごい燃費の良さっていうところにもつながってると思うんですけれども、だから近代の車としてはすごくいいなと。ただそのアルファロメオとしての重厚感っていうところはちょっと薄いなといったような印象に表裏一体の印象につながってくるところなので、難しいですよね。だからそれだけそのアルファロメオっていうのが割とクラシカルなね車作りをしていたっていうことでもありますので、これがどう今後生かされていくのかな。そのアルファ味っていうのがなくなっていったらね寂しいなとは思うんですけれども、こうやって新世代のアルファロメオ味の解釈として注ぎ込まれていくのかなといったような感じもします。だからそうステルビオとかはまた全然違うんですよね。そうなんですよ。ここがねステルビオとはまた全然違うんですよ。この車はだから新世代の扉を開けたのか、それともこの子だけ飛び道具みたいに違う性格を持っているのかっていうのは、今後のその商品作りアルファロメオのラインナップっていうのを注意深く見守っていく必要があるとは思うんですけれども、パッと乗って悪い車ではないけどアルファロメオではないかなっていう感じの印象かなっていう感じなんですよね。とにかくその加速に対しては割と伸びもいいですし、すごくそのエンジンの小ささ、軽さ、鼻先の軽さっていうのをちゃんと享受できる、B セグメントの SUV としてはすごく優秀な子だなという印象ですね。でこの B セグメント SUV としてはですね、あと足も結構割となんていうのかな、跳ねるようなめちゃめちゃぐにゃぐにゃするっていうわけではないんですけれども、割と伸び縮みをしっかり感じるっていうような味付けにもなっている。で割と柔らかいと感じる人の方が多いんじゃないかな、この車に対してはって思うんですよね。ここもそのSUV としてというかね、そのステルビオってものすごくそのロール値を抑えたロードホールディングス性の高い SUV だったと思います。でそれがアルファロメオのアイデンティティだと言って当時出された記憶があるので、そういう意味ではこれもすごく個性的、この子だけちょっと変わった味を持っているっていうようなイメージは、持ってしかりかなと思います。トナーレと悩んでる方がいらっしゃるかと思うんですけれども、トナーレはパワートレインもまた違いますので、もうちょいそうですね。ちょっとジュニアだけの話にしましょうか。このジュニアで言うと割とこの足の印象はステルビオとは全然違うよと、今までのアルファロメオとは全然違う作り方をしているよというような感じです。軽やかで扱いやすく、また足も硬すぎないっていう意味では本当にだからね、エントリーグレードとしては位置づけと車作りという意味では成功してると思うんですよ。でこれを一発目に買ってアルファロメオに惚れ、次に何を買うかって言ってどんどん車を大きくしていくっていう人にはすごく向いてると思いますし、逆にそのアルファロメオも味わい尽くして最後もうちょっと軽やかな車乗りたいなっていう人にもこれはバッチリとも言えます。この子は何が武器になるかっていうと、もう本当にこれもねデザイン力ですよ。もう見た目がめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。だからこれ乗ってる間割とみたいな感じで振り向かれたりとかもしたんですよね。
でこれこそがやっぱりそのイタリアンカーアルファロメオに乗る喜びとも言えるので、圧倒的に私はトナーレよりもこっちの方が顔がいいと思ってるので、ジュニアの方がまあ顔は端正、顔は好みタイプですよね。ちょっとせっかくね今ワインディングっぽいところにいますので、ダイナミックに合わせてみようかなと思います。このコンソールのボタンでダイナミックに今変えてみました。はい、DNA のダイナミックに変えてみました。でこうするとエンジンを積極的に使うっていうマッピングが変わります。おほ、なおのことグイグイするな飛び出し感というかもうギクシャクするぐらいグイグイしますね。今ちょっと下り坂で入れたの間違いでしたね。これ上り坂でしっかり入れないといけないです。今東北大学のね近くにいるんですけれども、この辺りは割とこう急峻な坂とワインディングが続くのでハンドリングも楽しいエリアなんですけれども、これは上り坂でするとすごくいいんじゃないですか。でこれね6速の、トルコンの AT が組み合わされているんですよね。でここも低速のところがやや苦手な感じがするので、ハイブリッドなんですけれどもちょっと低速が苦手っていうのは、もしかしたらまだ下ろしたてっていうのもあるかもしれないんですけれども、少しですねここもよく言えばイタリアンかなっていう感じもしますよね。慣れますけどね。これもちょうど今は加速方向なのでそんなにギクシャクしませんでしたけれども、減速方向でたまにちょっとギクシャクっていうね、この車側がそのギア選択に悩むみたいなところのシーンも見られましたので、そういう時もあるよということは他の車ではなかったんですよね。でも違う意味でちょっと600はこう、ね、ギア選択をまったりしすぎて迷うっていうところがあったので、ここもそうですね。なくはないのかな。症状としてねまだ下ろしたて、全部下ろしたてなので私たちが乗る車は下ろしたてなのであるところなのかもしれません。でもしばらく乗ってるとこれにも慣れてきますし、そこは多少言うなればみたいな感じなのでそんなに目くじらを立てるようなことではないですが、ややこうディーラーでね下ろしたての車を乗るときはもしかしたらそこを感じる人もいるかもしれないですね。だから今見ていただいたみたいにそのロータリー、あんまりないかもしれないんですけども、ロータリーみたいなこうね結構車速を出しながら右へ左へハンドルを切るようなシーンっていう時にすごく楽なのは楽なんですよ。だからハンドル軽いから。あとすごく機敏に味付けをされているので、ここもねそんなに嫌な味は実は全然しないんですね。ただ本当に気になるのが、そのハンドルの軽さとかよりもそのギクシャクよりも接地感がちょっと薄いんですよね。これはタイヤもあるかもしれないんですけれども、少しその接地感が薄いのが私はあんまり好みじゃないので、ここですよね。でアルファロメオという車でこれだけの接地感の薄さってなるとちょっと寂しいなっていう感じは実はします。でこれがシトロエンだと許せたりとかするので、これがねまたね、しかしそれを上回る利点も結構あるので、ぜひねこれは販売店で試乗して判断していただきたいなとも思います。自分で施工でこの効果、シラザン50。はい、というわけで今日はこちらアルファロメオのジュニアのイブリダスペチアレお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。個人的にはですねそのユーザー層がちょっと分かれるかなというふうにも思っておりますけれども、今買ってアルファロメオ初めてという人は非常に満足がいくモデルじゃないかなと、そういうところもね起死回生というところを狙ってきたのかなという感じもいたします。皆さんもぜひですねこの味本とか嘘かそう感じるか感じないか試乗してみていただけたら嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。